黙って殴られてないで。なんか言ったらどうだ。償いのつもりか。裏切りは死に値する。分かってんだろうな、こら。お前だけは違うと思っていた。すまない。謝っても無駄だ。お前だけはダメだ。そんな目で俺を見るな。殺してやる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 。夢？でもどうしてあれを？今日はライブもしてないのに。うっせえぞ犬飼！何時だと思ってやがる！すみません。安眠妨害。ここの壁ウェハース並みにスカスカ。音丸聞こえなんだけど。てかなんで犬飼だけ個室あるわけ？まあ私は皆さんの看守という立場ですので一応。で、どうしたの？殺すとかどうとか物騒なこと叫んでたけど。悪い夢を見ました。普段はトラップ反応の時にしか見ないんですが。へえ。夢の中で私は誰かを、とても大切な誰かを殴りつけてるんです。誰かって誰だよ。わかりません。でも一番大切な人だということはわかってるんです。なのに私は凶暴な怒りに駆られるままその人を殴り蹴り殺してしまいそうになる。つまりそれって裏返っちゃってる時の犬飼の記憶ってこと？私の記憶？いえ、そんなはずは。お前自分が表現した時のこといつもきれいさっぱり忘れてるよな。けど覚えてないってことと記憶がないっていうのは別の話だ。たとえ本人の意識がなくてもその時の記憶情報は脳にインプットされてる可能性があるってこと。だとしたら犬飼優斗は過去に大事なお友達を殺しかけたことがある。案外俺らよりやべえやつかもな。私が？なにマジになってんの犬飼ちゃん。柴犬も冗談きつすぎ。はあ？俺は別に冗談なんか。眠い。犬飼なんかに構ってないでさ、早く寝よう。明日は素敵なイベントがあるんだし。イベント？クソ社会奉仕活動の間違いだろ。河原でゴミ拾いかよ。
めんどくせえ。ってことだから、犬飼もちゃんと寝なよ。じゃ、おやすみ。あれは私の記憶。皆さんおはようございます。ネミ。だる。朝からそんな顔しないでくださいよ。お天気にも恵まれ、まさにお掃除日和じゃないですか。定期的に社会奉仕活動に従事することは皆さんが監獄の外に出るための条件の一つなんです。パラドックスライブに参加するためと思ってね。それにパラドックスライブでの活躍が認められれば刑期が大幅に短縮される可能性もあるわけですし。俺には関係ねえだろ。三越柴くん、ですが皆さんがいいお手本となれば音楽による囚人構成プログラムに国から予算が出ます。くそーどうでもいい。そう言わないでくださいよ。でももし優勝すればクラブパラドックス、伝説の箱が手に入るか。運用次第で100億どころか莫大な利益になる。それだけありゃクソな底辺暮らしとのおさらばだ。どうです？やる気になってきました？なるわけねえだろ雑魚監修。お願いですから頑張ってくださいよ。ほら、軍手とビニール袋、道具はここにありますからね。では私は自治会長さんにご挨拶してきます。皆さんは先に作業を始めていてください。仕方ないね。やろっか。今すぐ土砂降りの雨が降って中止にならないかな。適当に手抜けばよくね。誰かさんは真面目にやってるよ。どこもかしこもゴミだらけじゃねえか。誰だよこんなとこに捨てるやつ。マジそれな。ビールもうねえわ。酒仕入れにコンビニ行こうぜ。俺アイス買おう。ガキかよ。おい。お前この缶ここに捨てただろ。はあ？だったら何？ああ、僕ちゃんたちはお掃除中でしたか。だったら黙って拾っとけ。つかそのなりでボランティアとか真面目ちゃんかや。自分のゴミは自分で捨てろ。自分で捨てろ。だってビビりすぎだろ。ビビってなんかいねえ。んじゃあ何？まともに喋るねちょっと。何しやがれ。お前のゴミだ。やんのかぐら。お、喧嘩？もうめんどくさいな。いいじゃん、やらせとけよ。ちょうどいい暇つぶしに。ストップ！その人たちから離れて土佐くん、喧嘩はダメです。まずいです。うるせえ。何もしてねえよ。こんなところで暴力事件を起こしたらせっかくの自由が監獄に逆戻りですよ。そうすればパラドックスライブにだって監獄？何？おめえら犯罪者なの？社会のゴミがゴミ拾いってマジウケるんですけど。君たちもどいとけ。おめえら
そいつを抑えてろ。了解。いいこと聞かせてもらったわ。んじゃ今のはさっき幹部つけた分な。土佐君を。てめえは黙ってろ。やり返してもいいぜ。あ、無理か。犯罪者が善良な市民に手あげたら即豚箱戻りだもんな。うらざまあねえな。殴られても蹴られても反撃できねえ。仕方ねえか。てめえら社会のゴミだもんな。取りサンドバッグにさしてもらうわ。てめえを潰したらお友達も順番に可愛がってやるからさ。ぶっ殺してやる。ダメです土佐君、こらえて。おい、何やってんだ。お掃除仲間の登場かよ。ちげえぜ兄貴。こいつら追跡組の。こんなところで何やってんだって聞いてんだよ。いや別になあ。ちょっとしたおふざけで。無抵抗の相手タコ殴りにすんのがおふざけだ。すんません。行こうぜ兄貴。そうだな。すいませんでした。ああ、行っちゃった。腰抜けが1、2発ぶん殴ってやりたかったのによ。さつき、今日は掃除に来たんだよ。喧嘩はダメ。危ないところをどうもありがとうございました。あれ、もしかして皆さん赤いやつらの。誰？極楽区の班長犬飼優斗です。ド S 看守の？今日は私服ですし、ステージとは雰囲気が違うってよく言われます。もしかして皆さんも清掃活動にいらしたんですか？そうだけど。そうだ、ここでお会いしたのも何かの縁。よかったら一緒に掃除させてもらえませんか？ちょっと犬かい。勝手に決めんな。対戦相手との親睦を図るのも大切な社会勉強の一つですよ。それに一緒にいていただければさっきのようなトラブルも避けられますし。いや、そうだけど。おーい、りょうがちゃんもなんか言えよ。どうでしょう、赤い奴らの皆さん。彼らにとってこの活動はパラドックスライブに出場するためどうしても必要なことなのです。どうかご協力お願いできないでしょうか？ちょっとそこ、まだゴミ残ってる。ちゃんとやってよね。はあ？慣れ慣れしか話しかけんな。監視もいねえし適当にやりゃいいだろ。てか、なんでお前らみたいのがボランティア活動なんかやってんだよ。ここの自治会長さんと兄貴が知り合いなの。で、今日は兄貴命令。追跡組代表として来たからには、きっちり仕事しないと。命令されたら何でもやんの？飼い犬かよ、クソだせ。はあ？ダサいのはそっちでしょ。さっきだって、仲間が殴られてるのに、助けにも行かないでさ。仲間？一緒にすんな。俺はくったらねえ暴力事件で懲役食らったんじゃねえ。じゃあ何？ハッキング。国の重要機関にウイルス撒いたせいで特別保護措置ってやつを受けてんの。じゃなきゃ未成年で通常の監獄入りなんてありえねえだろ。それだけかよ。それだけだね。目の前のやんなきゃいけないことから
逃げてるやつなんて全然すごくないし。あ、もしかして。うわー、すごいね。天才ハッカーなんだ。とか言ってほしかった？言っとくけど、それじゃあ勝てないよ。はあ？自分だけは特別。あいつらとは違う。そんな風に考えてステージに立てば、あっという間にボコボコにされる。隣にいる仲間を信じなきゃ、本物のバイブスなんか生まれない。パラドックスライブじゃ、お遊びのラップは通用しない。生半可な気持ちで参加するんだったらやめとき。生半可なんかじゃねえ！わあ。俺はあいつらと違ってケーキなんかねえ。特別保護ってのは体のいい政府の言い訳だ。俺は多分一生、監獄の中で飼い殺しにされる。だから俺にとってラップは最高の武器。一部の隙もない理論で相手をねじ伏せ屈服させる。俺を邪魔する連中全員スキルでぶっ潰して自由をつかむ。それが俺の活路だ。ってそれだけかよ。だったらまず。よっしゃった。はい。もう。やることやらないとね。そのゴミ袋、あっちの集積所まで持ってって。はあ？お前バカか？人の話聞いてた？聞いてたけど。鼓膜止まりじゃなく脳まで音声情報送ってねえだろクソキッズ。なんでお前の命令聞かねえとダメなんだよカス。あんねー、さっきまで超真面目に自分語ってたのに。もしかして反抗期？はあ？誰が？柴犬？てめえが言うなクソチビ。はあ？チビはそっちでしょ。年下なのに可愛くない。うるせえ、年関係ねえだろ。あるね。ねえよクソキッズ。だる。雨じゃなくていいからせめて曇ってくれないかな。よし。日差しのあるところは俺がやる。君はシオンでいいよ。シオンは橋の下で俺が集めたゴミを分別して。あそこなら日に当たらなくて済むから。あんた珍しいね。ん？俺のこと見て全然驚かなかった。そういう人珍しいよ。大抵はぎょっとして目をそらすんだ。何か見ちゃいけないものでも見たみたいにさ。それか珍獣でも見るような目でジロジロ見てくるか。その肌のこと？そう、生まれつき。ま、俺の場合それだけじゃないけどね。あからさまに避けるのはいい方。絡んでくるやつとかもいるよ。それでも粘着してストーカーまがいのことをする変態野郎よりはマシだけど。俺は何とも思わない。動物だってそういう子はいるし。動物ね。あ、ごめん。そういう意味じゃ。いいよ。俺も自分ではどうにもならないことで嫌な目に遭ってきた。どうして？見た目いいのに。俺の父さんは監獄にいる。え？多分生きて外に出ることはない。それって？死刑囚の息子。それがわかるとみんな俺から離れていった。そうなんだ。だから俺は
自分の変えられないことで誰かを差別することはない。なんか変なこと言った？そうじゃない。じゃあお言葉に甘えて俺はあっちで作業させてもらうよ。正木北斎。変なやつ。